今回の動画では、モッドなしで芸術杖を作ってみたいと思います。現世にあるスペルだけをかき集めて、派手に見える構成を作りましょう。詳しいルールは概要欄を見てください。早速始めていきましょう。久しぶりやし、操作不安やな。入り口から熱い出迎えショットガン。あいつまだおるんかな？ほんまこいつ。あかねちゃんキックでもくらえ。早い。ヒット。不意に割れそうだし、先に割っとくか。下は竹駅、上は竹駅。これの置いた。納得いかんよな。一層ながら、アンブロフェロモンに大量の杖が手に入りました。キャストタイム少ないし、赤杖捨ててよさね。ロングランですので、強気に山維持をします。さっきランタン落としといたがよかったな。この石パンキックもいつぶりやろ？やってられへん。こいつ石パン耐性ついた？気を取り直して第2ステージです。ワクワク。ダメプラ来た。遠距離泳翔ダメプラで壁を貫通するやつ。射程短くない？短い方がそれっぽいけどな。スパボ入れるか。2層も杖がザクザクですね。水中の宝箱。突っ込め。ピックアップ雷石なんて出るわけないねん。思想強め。これ液体ワープするよな。あっつ！しました。レアモブや。吹っ飛びすぎてておもろい。シャッフルハイで構成されているのもあり、火力は低めですね。うちは宝箱見落としとらんからな。しっかり初心を忘れていません。爆弾もついたお得セットやね。このドキドキ感、あんまり浸かりすぎると抜け出せなくなりそう。これも水に入っとる宝箱判定よな。横からちょっと水を出すことで自然に開封できていますね。もう初心忘れたことにしてよくない？非常に強力なスペルショップですね。
またアンブロかぶって地味にやるの？凍結あるから一瞬やで。ああ確かに。パークの並びが凍結近接してねっていう圧を感じる。遠近療養にできるからシャッフルハイも意外と便利。電気耐性出てくれたら心置きなく開けられるのに。これさ、凍結フィールド取ったら実質電気耐性みたいなことない？テレポでスタック耐性あるし、悲鳴液つくのも便利。水中の宝箱を水中のまま取れないからルール違反になるんじゃない？葵ちゃんそ。な。はい。凍結チャージはやっぱり強いですね。石パンキックの感覚も取り戻してからな。水もういらんやんけ。凍結フィールドの感覚も取り戻していきましょう。いい形の予測線見えてないんよ。スコードは土の塊と遠距離栄翔のコンボでなんとか対処します。気づかれると地形消してくるから注意な。取ると死ななくなるから実質最強パーク。強気の立ち回りをしやすくなるのがいいよね。これメイン杖にするか。その後、非敷地を練り回り、チェーンソーや有用な杖を集めることができました。楽しそう。これもしかしてさ。遠距離栄翔金込みで、何の危なげもなく探索できています。雷石とグレートチェスト。何か物語性を感じるよな。初心を忘れとらんから、しっかり毒を取り除いとるで。おう。綺麗だね。ちゃんと初心を忘れていないお姉ちゃんへのご褒美。しょぼい。今度はトリックキル。気まずい。溶岩の海の向こう側、呪いの岩の向こう側。まだ見ぬ世界があるからこそ、ノイタは冒険足りうるねんな。ロングランコールへ連絡通路作成です。移動距離がノーマルランに比べて非常に長いため、隠れた重要テクニックです。移動シーンはもちろん全カットやけどな。攻撃の通らん天敵出てきたから、金ホミガン作るか。誰だろ？凍結フィールドの天敵じゃん。ここまでひどいのは初めてかも。左下にもおるんか。金ホミガンでスコードを処理します。
一応土の塊も準備しとくか。もう知らん。スコートを放置したまま天空にやってきました。魔法の海を手に入れたら壮大な伏線を回収せんとな。そんなのあったっけ？凍結フィールドだとやりにくい溶岩操作をこん時に済ませとったってわけ。妖怪ゴールドだ。妖怪ゴールドって凍結フィールドの影響を受けないんだ。意外やね。水面に近すぎたっぽい。葵ちゃん見て見て。屋根作りゲーム。また変な遊び開発してる。ギリシャ文字を求めてイリアルケミスティに会いに来ました。まだどっか行ってる？金ホミプラズマあったらだいたいなんとかなるからな。ちょっと足速くなっとらんか？もうアルファ出てくれたならそれで十分よ。このまま他のボスも討伐していきましょう。ノルが出んかったのつらいな。草チーズ対策。これプラズマビーム以外に成功法ってあるんか？パターン入った。所詮雑魚やったってわけ。使わせてもらおう。気力の輪を無限化して回復しましょう。これ気力の輪の回数消費しちゃっとるな。無限化できてはいるみたい。ほなシグマもゼータみたいに1ドローするってことか。ロングラン序盤って感じの杖構成になりました。序盤にしてはブラホと気力の輪が豪華。サンゴガチャ仲良し。ジャングルの杖も根こそぎ回収しましょう。マナ追加来た。シャッフルハイの大きい杖でも便利な倉庫にはなるからな。ハート魔術師ようやっと見つかったわ。魔法は十二分に強化できたため、今度は体力を増やしに来ました。凍結の効かない黄色と凍結しか効かない紫の組み合わせが厄介ですね。
魔術師生きとるかな？生きてなかったので実家を訪問中。こちら、ウェルカムハートコルミとなっとるで。貫通ショット出たのは大きいかも。貫通トリガー系の杖が作りやすくなるのがいいですね。やらせへんで。前に接触ダメージで倒せとったから、石板でも倒せるんちゃう？2枚抜き。追加の最大 HP が全然なかったため、ジャングルまで引っ越し中。アンブロでダメージを無効化しながらの、由緒正しいハートファーミングです。もうこのままやってまうか。電子で時間延長したり、ラルパバウンズで複製する派手なものもあります。概要欄にリンクだけ貼っときますね。2000ぐらい？探し物って探してる途中には見つからんよな。石板消えた？溶けた？決闘や。やったか。やってた。当然。念願の電気耐性も手に入りました。レベルアップ。このショップ、もしかして前回の魔法陣動画見た人が作ったん？気のせいでしょ。魔法陣にちなんだ三角形とのバトルです。実質ライバルみたいなとこある。いろいろしょぼかったな。マッチング遅ない？最強コンビだ。初心を取り戻すべく、真正面からメスタリに会いに行きます。今なら竹井からやれるか？完璧。慎重に竹井魔術師を処理していきます。ピンクと青のやつ、仲いいな。ライバル？頂点はうちらや。中間地点のオーブベアや。メスタリエンメシタリまであと少しですね。雷魔術師多いな。いや多すぎやろこれ。ピンクのリチャージ中を狙うか。体力2000あれば安心してプラズマ振り回せて便利やね。見つけた。下じゃないよな。これ専用に準備したあかねちゃん最強ビルド。杖実験発動しそう。どっちだっけ？紫の玉を正確に狙いましょう。音消す魔法。秘匿されてそうな魔術だ。
乱数多すぎておもろい。かわいそう。これちゃんとダメージ入っとる？花粉ループの汎用にダメージ表示消してるせいでわかりにくいね。ちゃんと壊せるみたいです。よし。よくない？そういや、頭が弱点だった気がしてきた。ということで、無事に芸術杖パーツを大量に入手できました。あと芸術杖に必須なスペルといえば、やっぱこれよな。小屋の中だと杖編集できるのが地味に便利。メスタリの石使っても編集できるけど、シフトで送れないのがちょっと不便なんよな。君が弱い。しれっと災害起こしてる。スペルも大体揃ってきた。あとはヒージ基地の西とタワーに行くだけですね。本日使う食材はこんな感じやで。今から多発の杖を買い出しに行くけどね。今更だけど、これ全然あり合わせじゃなくない？そうかも。ヘボい。水平軌道と貫通ショットは一応もらっとくか。3番ユディン便利ですね。もちろんタワーは正面突破や。ということで、無事に多発の杖を入手しました。道具が揃ったため、ようやく芸術杖を作っていきましょう。あり合わせって言うとったし、簡単な加速バウバンから紹介。かなりシンプルな分、奇跡が強調されておしゃれ。高火力で狭い範囲の魔法は、実用性を求める方におすすめやで。低火力で広範囲のバージョンも作ってみましょう。メスタリの追尾弾をちょっとだけ意識してみたり、バウバンバージョンは虹の本流を体現しています。先ほどの加速バウバンの逆で減速するため非常に弱いです。実用性を度外視するのが綺麗な見た目の杖を作るコツです。アンチテーゼとも仲良くやっていきましょう。ファイをおしゃれ構成に組み込むの難易度高いよな。これで無限速射杖にできるはず。芸術杖の作成途中ですが、体力をもう少しだけ増やす杖を作りました。マナ不足にすることで、無限にハートが出せる構成やな。
粉末を消し去る杖と組み合わせて使うと便利です。あとはもう一回、ハート魔術師にお願いしよな。気を取り直して、再び芸術杖を作っていきます。音が気持ちいい。最後がなんかかっこいい。タイマースピッターで遅延レインボー。自称スペルの取り扱いには注意。聖なる山削れるのも問題かも。花火できた。真の起動タイマーは遅延呪文詠唱に近いことができていいですね。デストリガーの方が時間調整がしやすそう。これ後ろしかループせんの納得いかんな。同時だとダメっぽい。片方をタイマールミナス経由にしたらうまくできました。花粉ループのシステムはこんな感じ。詳しくは可愛いお姉ちゃんの動画で解説しています。自分に弾を当てることで始動させるタイプの花粉ループです。スパボの攻撃力が低くて花粉が一直線に残ります。それらを真の起動タイマー経由でデスクロスに変換しています。いつもの撮影風景みたい。普段のもノーマルロングランで作れるような構成だからね。最後は誰も傷つけないテレポ杖にしてからコルミ倒しに行くか。思っとったより早いなこれ。あ。今回の動画のまとめ。雷石に勝って、ティアエススペルが3走前で揃って、アルファと分割呪文を引けた。事前に設定したルールと、かなり相性のいいシード値でした。ということで、今回の動画を締めたいと思います。気に入った杖構成があったら、ぜひ高評価をしてってな。また次の動画で会いましょう。おしまい。